厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は絶対知ってるクラシック曲、交響曲を10選ご紹介します。普段全然クラシック音楽を聴かないという方でもどこかで聞いたことのあるメロディーがたくさん出てきます。全部知っていたという方はグッドボタンで教えてください。そして知らない曲があった方、ぜひコメントで教えてくださいね。それでは行ってみましょう。まず1曲目はこちら。オーストリアの天才作曲家モーツァルトが作曲した交響曲第25番第1楽章です。モーツァルトをテーマにした映画アマデウスや様々なテレビ番組でも使われているので、クラシックをよく知らない人でもどこかで聞いたことのある方は多いんじゃないでしょうか。モーツァルトは6歳の頃からヨーロッパ中を旅し、各国の最先端の音楽を学んでいました。この交響曲第25番はなんとわずか17歳で作曲された交響曲です。実はこのモーツァルトは交響曲というジャンルを確立した立役者の一人なんです。交響曲は英語でシンフォニー、シンフォニーはギリシア語の完全なる協和の響きという意味を語源に持っています。シンフォニーの成り立ちをたどるとオペラの序曲シンフォニアに行き着きます。オペラの舞台が始まる前にオーケストラだけで演奏されるシンフォニアがいつしか舞台から独立して演奏されるようになり、シンフォニー交響曲となったのです。モーツァルトの生まれる50年ほど前から交響曲は盛んに作られるようになっていました。モーツァルトは初めはイタリア風の交響曲を書いていました。しかし徐々にモーツァルトらしい独自の世界観を確立していきます。この交響曲第25番ではモーツァルトならではの美しいメロディーが際立っていて、それだけではなく強烈な感情も表現されています。音楽家や音楽学者たちはこの交響曲25番をこんな風に評しています。モーツァルトの交響曲の中で最も重要なもの。モーツァルトの交響曲第25番は奇跡である。モーツァルトの個人的な苦悩の体験から作られ、新しい精神が明確に表現されている。続いて2曲目はこちらです。この曲も先ほどに引き続きモーツァルトの交響曲です。32歳の時に作曲された交響曲第40番第1楽章です。この交響曲第40番はモーツァルトの三大交響曲の一つです。交響曲第39番、40番、41番が三大交響曲と言われるんですが、なんとモーツァルトはこの3曲をわずか約2ヶ月で書き上げました。その3曲の中でも最も一般的に知名度が高いのがこの第40番です。特に第1楽章の始まりの部分はため息のモチーフと呼ばれています。ため息をつくように半音下がるこの部分、もう一度聞いていただきましょう。ちなみにモーツァルトは35歳で亡くなっています。三大交響曲はモーツァルトが生涯最後に作曲した交響曲なのです。この3つの交響曲はモーツァルトのすぐ後に活躍した大作曲家ベートーベンにも大きな影響を与えたと言われています。続いて3曲目はこちらです。最も有名なクラシック音楽と言っても過言ではないですね。この曲はドイツの作曲家ベートーベンが36歳の頃に作った交響曲第5番運命第1楽章です。
モーツァルトやハイドンが確立した交響曲をその20年後に活躍したベートーベンが未曾有の高い水準の芸術作品として高めました。オーケストラ編成も拡大し、曲も長く大きくなっていきました。この曲が運命と一般的に呼ばれている理由は、最初の印象的な4つの音にあります。ベートーベンがこの4つの音を、運命はこのように扉を叩くといったことが由来になっているようです。この4つの音は運命のモチーフと呼ばれ、ベートーベン以前にも運命的なものを表す時によく使われていました。しかし、これほど印象的に、しかも曲全体にわたって使われているというのはそうそうないでしょう。もう一度その冒頭部分を聞いてみましょう。この交響曲第5番運命は、ベートーベンの内側から湧き上がる闘争的な情熱が悲劇的に緊張感を持って表現されています。ベートーベンはこの頃ヨーロッパ屈指の人気音楽家として大活躍していましたが、難聴に悩まされていました。さらにベートーベンがいたウィーンはナポレオン率いるフランスとの戦争で混乱を極めていました。そんな境遇で自分の内面をさらけ出すように作られたこの曲は今も世界中で愛されています。続いて4曲目はこちらです。こちらもベートーベンが作曲した交響曲第6番田園第1楽章です。穏やかで安心感のあるこの曲は病院の待合室などでもよく流れています。この交響曲第6番田園は先ほどご紹介した交響曲第5番運命を書き上げた後に作曲されたと言われています。そして田園と運命は同じ日に初演されました。初演の時にこの曲についていたタイトルは田園の生活の思い出でした。ベートーベンの曲には内面からほとばしる劇場を表現した曲も多いのですが、この曲は非常に穏やかで温かみがあります。田舎の自然の中で聞こえてくる小川のせせらぎや小鳥のさえずりも表現されています。しかしベートーベンは単に田舎風景を表現したのではありません。田園生活を通じて湧き起こる自然に対する人間の感情を表現したのです。続いて5曲目はこちらです。こちらの曲もベートーベンの作曲した交響曲第7番第1楽章です。人気ドラマのだめカンタービレのオープニング曲として使用されたことで、日本での知名度と人気が爆発的に上がりました。この曲は一つ前の交響曲第6番田園を完成した後、およそ3年以上が経過してから作曲し始められた曲です。この3年の間にベートーベンは住んでいたウィーンで戦争を体験しています。ウィーンはフランス軍に完全包囲され、激しい砲撃にさらされました。ベートーベンもウィーンにはいられず、郊外にあった弟の家に避難しました。またこの3年の間には失恋も経験し、とても辛い日々を過ごしたようです。そんな傷心のベートーベンはテープリッツという温泉地に出かけました。そこで信頼できる人々との温かい出会いもあり、安らぎを持って書かれたのがこの曲だと言われています。明るく朗らかで喜びにあふれた曲です。続いて6曲目はこちらです。
こちらもまたまたベートーベンの作曲した交響曲第9番合唱付き第4楽章です。歓喜の歌とも呼ばれるこの合唱は日本では年末の風物詩ともなっていますね。ヨーロッパではヨーロッパの歌や EU の歌にもなっています。この交響曲は音楽の形式的な美しさだけではなく、ベートーベンの斬新な独創性が現れた名曲です。初演から観客の拍手が鳴り止まない素晴らしいものだったそうです。この初演には真偽は定かではありませんが、こんな逸話も残っています。初演に立ち会った観客は素晴らしい新曲の演奏に大熱狂していました。しかし指揮をしていたベートーベンは難聴で観客の反応がわからず失敗したと思い込んでいました。そして最後の4楽章を振り終わった後、観客席を振り返ると、そこには聴衆が立ち上がり歓喜している風景が広がっていました。こうしてようやく初演が成功したということを知ったと言われています。ここまで紹介した6曲中4曲がベートーベンの交響曲です。ベートーベンが最高の芸術として高めた交響曲に、ベートーベン以降の作曲家たちは大きな影響を受けたのです。続いて7曲目はこちらです。この曲はチェコの作曲家ドボルザークが作った交響曲第9番新世界より第2楽章です。夕方にどこかでこの音楽を聴いたという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。この曲はドボルザークが故郷のチェコを思って作曲した曲です。1885年の話になります。アメリカ・ニューヨークでアメリカのクラシック音楽を盛り上げようと学校が設立されました。そしてクラシックの本場ヨーロッパで大活躍中で優秀な教師としても知られていたドボルザークがこの学校の校長にスカウトされたのです。その報酬はドボルザークがチェコで勤めていた学校のなんと約25倍でした。妻と6人の子供を養っていたドボルザークにとってはありがたい話でした。それでも祖国チェコを愛していたドボルザークは遠く離れたアメリカに渡るのを躊躇し何度も断りました。しかし学校側も諦めずオファーを繰り返し、1892年ドボルザークはアメリカの学校の校長に就任します。アメリカに渡ったドボルザークはネイティブアメリカンの音楽、黒人霊歌などに多くの刺激を受けます。そして翌年に発表したのがこの交響曲第9番新世界よりです。新世界よりというタイトルには新世界のアメリカから故郷チェコを持った曲という意味が込められています。続いて8曲目はこちらです。実はこの曲も先ほどと同じくドボルザークの作曲した交響曲第9番新世界よりです。先ほどは第2楽章でしたが、こちらは第4楽章です。よくテレビ CM で使われているので聞いたことのある方も多いんじゃないでしょうか。こ
この楽章というのはクラシックを普段あまり聞かない方には馴染みのない言葉かもしれません。楽章というのは曲を構成する独立した部分のことで、本でよく見る第1章第2章と近いようなイメージかもしれません。交響曲や協奏曲、ピアノソナタといったジャンルの曲には原則この楽章が存在します。交響曲の場合スタンダードは4楽章制になっています。この4楽章制を確立したのが最初に出てきたモーツァルトやハイドンという人物です。交響曲ではどの楽章を大体どんなテンポで演奏するのかというのもあらかた決まっているんですが、これを確立したのが先ほどまで紹介していたベートーベンです。ちなみにドボルザークがこの交響曲第9番新世界よりを作曲したのはベートーベンの最後の交響曲第9番が初演された約70年後のことです。続いて9曲目がこちらです。ドボルザークと同じチェコの作曲家スメタナが作った連作交響詩我が祖国よりブルタバ・モルダウです。これは音楽の教科書にも載っている有名な曲です。ちなみにこれは交響曲ではなく交響詩というジャンルです。交響曲はシンフォニー、交響詩はシンフォニックポエムと呼ばれます。この交響詩というのは言葉や風景といった音楽以外のものを音楽で表現した管弦楽曲のことです。なのでジャンルとしては交響曲よりは管弦楽曲に含めるのがいいのかもしれませんが、今回は交響曲と一緒に紹介させていただきます。スメタナがこのブルタバで表現した音楽以外のものというのはチェコのブルタバ川です。ブルタバ川はチェコ最長の川で、首都プラハの市内を流れるチェコという国を象徴するとても重要な川です。ふるさとを象徴するようなもの、日本人にとっての富士山のようなものです。この交響詩ではブルタバ川が2つの源流から1つの川になり、そしてチェコの各地を流れながら別の川と合流して大きくなるまでを描いた曲です。大きく8つの場面から構成されているので1つずつ聞いてみましょう。
最後の10曲目はこちらです。こちらも交響詩というジャンルの曲です。交響詩の完成者とも呼ばれるドイツの作曲家リヒャルト・シュトラウスの作曲した交響詩ザラトゥストラは各語りきの導入部です。日の出とも呼ばれます。映画2001年宇宙の旅で使用されたことでも有名になりました。このリヒャルト・シュトラウスという作曲家はモーツァルトに匹敵すると言われるほどの天才で、出す作品がほとんど全て話題作になったという作曲家です。この曲は哲学者ニーチェの本ザラトゥストラは各語りきにインスピレーションを受けて作曲された曲です。当時あまりに斬新だったことと哲学の音楽家を企てたと捉えられたことで、初演の時から賛否両論を巻き起こしたそうです。リヒャルト・シュトラウスはこう語っています。私は哲学的な音楽を書こうとしたのではありません。そしてニーチェの偉大な著作を音楽で表現したのでもありません。音楽という手段により人類の発展の観念を伝えようとしました。今回は交響曲とそれから交響詩を紹介してきましたが、いかがでしたか？この動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンで教えてください。感想はコメントでお待ちしています。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに毎週金曜日の夜8時にクラシック音楽の魅力を発信しています。これからこのシリーズもオペラ曲やピアノ曲、管弦楽曲や協奏曲など別のジャンルの有名曲もご紹介していきます。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラビー！